Mesha to be Season 5今回のMesha to beは早来たあつま界隈 EX 苫小牧9件です。それでは早速 Let's get it started. 1. Hama Atsuma Fort by the coast 浜厚間のビーチから車で 5,6 分広い芝生の庭が目印の素敵なカフェにやってまいりました。この辺にこんなおしゃれスポットあったの？広い庭がもう映え確定じゃん。こちらはもともと農業倉庫を改装して作られたレストラン。リアルクックドゥーとコクドゥードルすぐ隣の農場で生産される平飼い卵や親鶏を使った料理が楽しめちゃいます。なるほど、卵が主役なんだね。しかも自家農場の卵ってめっちゃ贅沢。ククルドゥドゥコクドゥードルドゥ本日いただいたのは半熟卵のボロネーゼとオリジナルピッツァ A。 どちらにも平飼い卵がふんだんに使われています。もうピッツァ A の卵4個も乗ってる。もはや卵アートじゃん。あとモッツァレラたっぷりなんだけどもたれなくていいですね。ね、卵の黄身の色が特徴的で少し淡いレモンイエロー。レモンイエローこれは鶏の餌によって変わるそうですよ。小麦や米中心に食べている鶏は卵が淡く、トウモロコシやパプリカを食べている鳥さんたちはオレンジ色の卵を産むそうなんです。生地はパリッと香ばしく、ベーコンの塩味が全体を引き締めていますね。卵がとろっと溶けてまろやかさが広がりまくりスティー。濃いオレンジ色の卵になるそうなんです。ボロネーゼは逆にちょっとさっぱりしてて卵が加わるとコクがプラスされる感じの感じ。これがまた絶妙。敷地内にはドッグランやキャンプ場も併設。犬連れのファミリーが外で食事してんの楽しそうだったね。いいですね。犬が一番テンション上がってましたけどね。ここドライブ途中の寄り道スポットにちょうどいいんじゃない？軒下に吊るされたウェットスーツが厚間ならでは感を演出。サファイアの洗い場やシャワーも完備されててまるで鵠沼にいるみたい。鵠沼？鎌倉の一番賑やかなサーフスポットさ。こりゃいい場所ですよ。こっからボード抱えて海に行けたらパーフェクトなんだけどね。ほんとね。 2. Atsuma Majika 厚間のフォーラムビレッジ内にあるお食事処マジカさん。マジか、本名？そうよ。もともと2022年の11月に古民家を活用した民泊施設として始まり、翌年の2023年6月に飲食部門をオープンしたそうです。宿泊もできるんだね。のどかでいい場所ですからね、ここは。ねえ、建物も古民家の趣を残して再生されていますよ。こういうところで食べるハンバーグってもう絶対美味しいやつっしょ。メニューは2種類。A、ひき肉玉ハンバーグ御膳と B、肉屋の本気ハンバーグ御膳。どちらも肉 100%、つなぎなしが基本。わお、肉しいやつ、肉しいやつ。はい、こちらの A は赤牛 100% のハンバーグ。シンプルで肉汁がプシュッと溢れ、スパイス控えめで肉の旨味がダイレクトに伝わる、まさに肉しいやつ、肉しいやつです。おいちゃんの B は赤牛プラス厚間産放牧豚プラス北海道産エゾシカの合いびき。ナツメグやオールスパイスの香りが効いたレストランタイプの味わいでございます。つまり A は素朴で力強く、 B は上品でスパイシー。それぞれ違う個性が味わえるのじゃ。これいいですね。七輪鉄板で焼くスタイル。好みの焼き加減でいただけるし、香ばしさも格別ですよ。マジか。こりゃいいレストラン見つけましたわね、みんな集までー。 3. Tomakomai Kiraku 視聴者さんからおすすめタレコミいただきました。苫小牧の人気ラーメン店キラクさん。ちょうど36号線がクランクするペットショップ J&J の交差点のところね。マニアック。日曜の夕飯時ということもあり、大繁盛大混雑でございました。店内はファミリーでいっぱい。ラーメン兄さんから孫連れのじいちゃんばあちゃんまで幅広ピーポーでいっぱい。人気の加減が伺えます。子連れが多いって聞くと安心感高まりマックスね。こちらの看板は何と言っても世にも珍しいからしおラーメン。
辛みのある塩味ってなかなかない組み合わせだよね。辛味噌とかよくあるけど、辛塩って初めて聞いた。ネギすごいでしょ。うまいっしょ。これは意表をつかれたテイストでしたね。スープはラードの香ばしさが立っていて、ピリッと辛みが効きつつも塩の切れが後を引く味。ちょっとこれ癖になりそうな味。魔力ありっす。気になる。でもちょっとお値段は強気気味。そうっすね。デフォルトで1100円とちょい高めですが、味の完成度を考えると怒りよりもうなずきが勝ります。なるほどね。ますますこの木何の木気になる木でございます。ウェイティングしてる時においちゃんの次の組のファミリーの僕ちゃんがね、ねえばあばコーラ飲んでもいいって甘えておねだりしてたのしたっけ。ばあちゃんすかさずダメっつって僕ちゃんがどうしてって粘る姿がね、なんとも愛おしかった。想像つく。甘い声が店内に響いてたさ、ちょっと和みましたね。ラーメンは辛かったけどね。次回はネギトッピングしないでちょっといただいてみたいですね。やたらネギ味になっちゃってて、スープ本来の味がちょっと分かりづらかったんで。確かにこれだけネギやね。次はバーバと一緒に行こうよと。私も。バーバー 4. Tomakomai Tokachi Shokdo お次は苫小牧のディープスポット、 Deep Spot 十勝食堂さん。こちらも視聴者さんが個人的に行ってほしい言うてましたんでね、気になりミスタービーズ参上。はい、この間苫小牧やったばっかりなんですけど、たまたま今年はちょっと早めに南下し始めるにあたり通過点ということでね、寄ってみました。はい、この動画が公開される頃はもう私たちは東北食べあさってる頃かしら。はい、秋田終わって山形突入って感じでございましょうかね。はい、東北は間に合わないか。新潟、宇都宮、福島らへんの美味しいタレコミお待ちしてます。なんとこちら SNS で地元の定食屋の鏡ってことで話題になってたお店だそうな。まあそうだよね。今時日替わり定食が600円ってのは嬉しいじゃないの。ありがとう食堂ですね。そうです、ありがとう食堂です。お母さんがお一人切り盛りされている昔ながらの食堂で、結構おかみさん若めね。はい、日替わりチキンカツ定食とホイコーロー定食を注文しました。見えないんだけど音でわかりますね。2オーダーで Cook to order 肉はたき始めて衣つけてちゃんとちゃんとちゃんとちゃんちゃんがちゃんちゃんが歌わないで。はい、味もボリュームも満足度高いですよ。衣はさっくり、お肉はジューシー、美味しい、嬉しい。この日替わりは働く父さんたちには最高ね。そりゃあ皆さん来ちゃうわねえ。でも実はここの本命は名物の巨大オムライスだったんですよね。だけど13時からの提供というオムライスルールがあり、今回は断念。まだ12時頃だったからね。なんでも苫小牧では十勝食堂を知らずに語れないという声も多いんですって。だけどなんで十勝食堂なのかね。胆振でしょ、苫小牧は。それがね、なんと十勝の更別村出身の先代店主が1975年に苫小牧に移住して開いたお店で、現店主のおばあさんにあたる方が十勝の更別村で食堂を営んでいたことから十勝食堂なんだそうなの。更別の食堂、まさか。そうなの、そのまさかなの。更別の食堂っていうのはひょっとして我が家？びっくりたまげた。ってことは我が家の息子さんご夫婦なのかな、娘さんなのかなね。今度更別行ったら聞いてみよう。なあ、我が家のスパカツ食べたい。でも来年の夏まで行けないね、十勝は。興味のある方はこちらの動画をどうぞ。動画よろしく。十勝行っちゃってー。5. ニューヨーク Atsuma Kobushi no Yu Atsuma 本日の整いはこちら、拳の湯あつまさん。厚真町町営の温浴施設で平日は比較的空いていて穴場です。なるほど、静かにリラックスできそう。
サウナは約90度前後でテレビはなしのクラシック系 BGM が流れていて瞑想系。結構いい汗かける系のいい感じサウナだよ。水風呂は2人サイズ17、8度くらいとぬるめも外気浴ができる露天があり、秋風が気持ちいい季節になりましたな。はい。椅子が 4,5 脚しかないから椅子取りゲーム状態だけど空いているから問題なし。宇宙の換気が悪くてもわーっとするけどね。結構町村系の温浴施設あるあるだよね。ね、なしてだべ。なんと毎月26日風呂の日は町民無料という出血大サービス。激混みになるとのことなので注意ですね。そりゃ混むわね、無料じゃ。この日はイベントやってて結構混んでたと思うけど、サウナに入ってくる人が割と少ないんで落ち着いてくつろげますね。ね、助かる。苫小牧はさ、安い系サウナ施設がないからここまで来ちゃうっていうのはいいかも。みんな集まで。アルテンもアルテン？はいはい、湯飲みの湯ね。でもあれも西の果てだっぺ。ここも東の果てだよ。苫小牧は東西に長いんだよね。そういえば見た、すんごい豚丼。見た。あれ、やっつきにコニャだね。ね。 6. Today's Katsu Curry. Tomakomai. Otsu Curry. 苫小牧を走っていると気になるこの看板。まるでうちのダジャレ G が言いそうなしょうもないダジャレが。よっ、お疲れっつってね。お疲れにカツカレーに疲れるわ。キムチがおつかねーっす。お昼時ということもあって賑わってますね。意外にもマダムたちも来らっしゃる。きっと看板のダジャレが気になってたんだよね。間違いない。メニューは無水カレーやキーマ、欧風×スープカレーといろいろある系カレー屋さん。かけるスープカレー？かけちゃうんだって。珍しい。あ、そっか、魔法のランプカレーのスープバージョンってことね。そういうことだ。今回は豚骨ベースの欧風カレーに豚カツをトッピングしていただきます。あら、カツカレー設定ないけ？そうなんだ。なんか最近増えたね。カツはトッピング方式ねえ。欧風カレーのコクに豚骨の旨味が加わってまろやかな感じの辛さは物足りないが、辛さの増幅は無限大なので問題なし。豚カツをトッピングしてもアンダー1000円ってのは嬉しいカレー屋さん。平気に1300、400円してくるもんね。最近じゃカツカレーする。そういえば昨日ジローが4500円のオムライス食ってたね。4500円のオムライスってもうどんなんなん？想像を絶する。食べたことある方、感想を教えてください。マリリン・モンローが気に入って2度食べた中川名ホテルのオムライス。女子ゴルフツアーの富士山系レディースクラシックで有名な川名ホテルだね。オムライスが4500円ってことはゴルフはいくらだろうか。なんとビジターは宿泊しないとプレーできなくて、お一人7万円くらいからだそうです。きゃー、無理だ。でもいつの日かね。 7. Hayakita. Menya Wutsukushihi. はい、またまた視聴者さんの美味しいタレコミでやってまいりました。早北の麺屋美しい日さん。こちらは札幌の有名店つけ麺高橋さんで修行された方が開いたお店ね。はい、高橋さん関係は全て網羅してますからね、ミスタービーズ。こちらのちょっと変わった店名はスーパービーバードンドンってバンドの曲名から取ったそうですよ。スーパービーバードンドンじゃなくてスーパービーバーでしょ。あれ、秋晴れの空が美しい日に美しい妻と美しい日に来れて光栄でございます。私は車でお留守番だけどね。美しいけどねはい、高橋さんインデペンド系ということで、もちろん今回は醤油つけ麺を注文。さすがは高橋さんご出身。若さあふれるもう麺もスープも本格派でございますよ。麺はやはり金人麺。もっちり感がいいですね。こういう新しめのお店がローカルにも増えてきたね。ねえ、こういう店が早北にもできたのは地元の皆さんにはありがたいのでは。皆さんも早北の麺や美しい日に早く来た方がいいよ8. Abila. Soba Tetsu. こっち方面来たら寄っちゃうよね。酔っちゃうね。
なんと秋にして2025年初そば鉄なのに、幸運にも新そばが始まったばっかりだったのです。夏に来なかったのは初めてかな。かなあ。残念ながらトウモロコシの天ぷらは今シーズンはすでに終了。10割そばも売り切れってことで、盛りそばとごぼう天を注文。トウモロコシ終わっちゃったか。遅かれし。でもごぼう天があるのでもう満体。ここはそばも美味しいけど、季節の旬の天ぷらが美味しいんだよね。そうなの。特にごぼう天とトウモロコシは鉄板よね。よもぎもいいけどね。はいはい。やっぱり香りと食感が絶妙ですね。天ぷらサクサク、そばも喉越しよくて美味しい。満足感が高すぎる。一度食べたらリピート必須の麻薬的そば屋さんですな。9. Atsuma Boulangerie Palong. 1年前に通りすがりに見つけたブーランジェリーヘラーンさん。そんな発音ではありません。だぜ、あん時はオープンしたてだったんよね。行列ができてて、なんぞやってね。はい、オープンケーキの行列だったのかなと思いきや。いや、パン屋さんよ。ケーキは置いてない。いや1年経っても変わらず皆さん並んでらっしゃいました。ねえ、なんか嬉しい。だって本場フランス人のブーランジェリーなんてなかなかお目にかかれないもの。それが集まにあるなんて、方々から噂を聞きつけ集まってくるわよね。そりゃそうだよね。フランスの老舗ブーランジェリーで15年経験を積んだフランス人ブーランジェペロンさんと気さくな美人奥様が切り盛りするお店だ。本場の味ってどんななんて興味津々ですね。クロワッサンはふわふわでパンに近い食感。これは毎朝でも食べたくなるようなクロちゃんね。このメガトン級の巨大キッシュは土台のパイかクッキーか、とにかくサクサクって1回じゃ食べきれません。3回払いでお願いしますって感じね。これは一度で食べるの無理だわ。バケットサンドのクラシックは日替わりで具材が変わります。この日はピクルス&生ハム。やっぱさすがね、どれも美味しい。地元で人気なのも納得。バケットうまいっすね。パリッとサクッとシュワッとな噛み応え好きだなこれ。このパンタチーは一食の価値ありね。パン関係の方も職人さんも食べてみたいのではないでしょうか。でしょうね。全種類食べてみたい衝動に駆られる私ね。エブリアツマペロンだね。 Every Atsuma Peron. はしょりすぎじゃない？アツマいいじゃん。みんなアツマに集までー。あっつう間だね。Jikai no mesha tabiwa. Gachi de mata tabathai. Ar omari kaiwai death. Ortano shimi ni. See you soon. アツマいいですね。あつもいいですね。なんとはい大きな声では言いませんが、なんでしょう。今とある東北の田舎で収録しておりますが、はい。突然の雨に見舞われました。おめに。前もお話ししましたが、雨の日は車の中なんで録音がパンパラパン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 つっちゃってできないんですよね。都会だと屋根付きの駐車場がどこにでもあるんですが、はい、田舎だとない、はい、なので大きな声では言えませんが、とあるスーパーの納品口にも振り込んで収録しております。これは内緒ですよ。ダメだ、喋ったら世界中にバレちゃうじゃないか。演出です、演出。